おチャンネルです。どうも。どうも。はい。家の近所のはい。ローソンにおります。はい。今からお出かけなんですけども、お出かけです。はい。今日はまあ日帰り予定だね。はい。そうです。で、今日行くのはですね、はい。愛知県豊川市にあるキャンパー K さん。はい。オーニングをつけられるかどうかを。そう。キャンパー K さんは、このエクステージを作ったグローバル社、まあ今倒産しちゃってないんだけど、そこにいた人が立ち上げた会社ってことで、エクステージ関係は強いってことなんだよね。まあということで、とりあえず行きます。はい、行きたいと思います。伊勢湾岸道から東名に入るというところで渋滞でございます。何があったのかしら。調べてんだけどさ、ここは豊田ジャンクションやな。そう。ノロノロしてます。お腹空いてくるのにな。何か食べるの決めたの？っていうか、その周りに何があるかよく分かってなくて、一応豊川市っていうことで、いいですよ、豊川市。調べたんですよ。で、小島食堂ってところね。小島食堂。食堂ってよくない？だって。あとキッチン永田。これはね、洋食ヨーロッパ料理オムライス。あと岡田餃子店。餃子の結構こんなほら。いいね。東名を走っております。はい。渋滞ちょっとやったね、さっきのとこだけどね。そうだね。はい。で、今はどこ？これ走って、もうすぐ音羽蒲郡で、本当は豊川インターまで行くんだけど、お昼のために音羽蒲郡で降りるということですな。はい、そうです。音羽蒲郡を出ます。はい。ギリギリ行ってました。はい。そして1号線に入ります。はい。私の好物はなんだ？ちゃんぽんだ。今からちゃんぽん行くんですか？ちゃんぽん行きます。長崎ちゃんぽんってことですか？長崎ちゃんぽんのちゃんぽんあれです。ピンクのかまぼこが乗ってる。これ何？それがこの辺のなんか人気店としてあるの？豊川ちゃんぽん。いや、そこだけな。そこだけ。はい。ちゃんぽん。この辺、この敷地ぐらい。これこれ再開ってあれ。わお、狭いなこれ。狭いな。これ曲がれないや。入れなかった。とりあえずこれこう入ります。こう入って。こちらでございました。何で調べたんですかね、向こうさん。2001年からやってる再開亭さん、すごいねこれ。なんかちゃんぽん。そう、味噌ちゃんぽん。味噌ちゃんぽんだけが辛さの調子。普通のちゃんぽんは味噌豚骨とかいろいろ他にもある。おぼん焼きそばとか辛うどんもありましたね。辛うどん。風はすごいですね。ちゃんぽんですよ、ちゃんぽん。いいね、このなんかさ、これなんていうんだっけ、これかまぼこは赤いんだ。赤いね。うまいんだ。なんですよね。すごい楽しみだよこれ。麺がね、丸くてね、柔らかめ？柔らかめだけどペチャッと落ちてる。豚骨の匂い。
れ自体が豚骨。豚骨にこの魚介の旨味が入ってる感じ。なるほど。はい、ありがとうございます。どうも、はい。熱いです。はい、ありがとうございます。味噌。これは期待できるな。味噌豚骨。北海道と福岡と両方。こんにちは。はい。いつもYouTube に入れます。ありがとうございます。いや、見たら、別もやね。鶏からどうしよどっちがいい？う。こっち。え？こっち。ちゃんぽん好きだから。こっちもなんか豚骨のさ、匂いとか強い。ごちそうさまでしたご。ちそうさまでした。美味しいな。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。うん。麺がさ、すごいまん丸まんの丸でさ麺っていうか、、ちょっとふわっとしててさ、柔らかいんだけ柔らかいんだど、けど、吸うんだよね、汁を。そ美味しいの。う。でね、スープが何より美美味味しい。しい。なんか一口飲んで、ちょっと感動したぐらい美味しかった。かなり豚骨なんです。豚骨、はい豚骨と魚介のミックスですね。そうだね。でね、味噌もめっちゃ美味しいんだけど、初めて来た時は、やっぱちゃんぽん、普通味のちゃんぽん噌はね、やっぱり味噌の味が濃いから、分かんなくなっちゃうの。そうなんだよねそれ美味しいんですよ。そう美味しいんだけどもなんったいないのでかこれはリ。ピーターさん向けだよね。そうだね。うん。ということでというこ、ぜひともそういう食べ方をしていただければと。私は今度ここうでん。豚骨ラーメンかうん皿うどん食べたいです。はい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 。五目なんとか麺もあ、美味しい、そうやった、そうそうそうそグローバルのこの車のう。直せるところとか、グローバル車をよく知ってるところで調べてたらそこで、なるほどうん、で、そこが一番こそう充実っていうか、そはい。じゃあ他にもちょっと置いてあったりするかもねかな、見たいな、めちゃめちゃ。うキャンピングカーっぽいの見えたよ。ほら本当だ、見えた。あるね。ここですな、はい。あ、なんか楽しそうなと思ってるよ。あ、エクステージある。バックステージがある。あ、そういえば言ってたよね。視聴者さんが。で、ここのこと言ってたよって本当、ことだ。あ、うん。あらあらあら。あらあらあら。うちのと全然違うタイプだ。本当だ、後ろも違う。でも見たい。お、ロデオもある。これロデオ違うのか。あ、エクステージもう一台あるよ、ほら。本当だ。そうそう、3台ぐらいね、置いてるっていうのを言ってたんだよね。浜松ナンバーのエクステージグローバルって書いてある。すごいいっぱいあるんですそっか、けど。このグローバル、これ綺麗くない？うん。すごいですよ。エクステージが今3台ここにいますよ。エクステージが並んでますよ。あ、本当だ。こっちは助手席にドアがない。もう出入り口だけ。本当だ。暑いと思ってエアコン入れてきました。ありがとうございます。そうですね。大丈夫ですよ。これは逃げてるんで全部取ろうと思ったら全然取れると思います。ちょっとケーブルがまたいでるのあるかもしれませんけど。ああ、はい。この天井ですよね。これは全然大丈夫あ、そうですね。じゃああとはどのオーニングにするかっていうのと入れるタイミングをいつにするかみたいなことですね。横にオイルダンパー入ってるんですかね。あそこの下にちょっと入れっていうかスプリングダンパーだと思ったんですけど、ここにオイルでめっちゃ重いんですよ今。多分ダンパーが死んでるような状態で。めっちゃ重いはもともと重たいんですけど。あ、そういうことですか。こんなもんですか。こんなもんですか。一生懸命こんなもんで。あ、そうですか。ならいいです。我慢します。魂抜かれると思ってるけど。いつの時代の人ですか。
ほうほう。これカムロードのこれはその下だけカムロじゃない。じゃない、これタウンエースですね。あ、タウンエースの。ちょうどほら名古屋港が止まったじゃないですか。はい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 。本当はだから今日はもうすでにあるはずだった。あれのおかげで1週間遅れて。今からこれに仮装していくってことですか。そう、もうできてるんですけど。そうですね。あとは K ですよね。おお。これ今制作中。はいはいはい。やっぱりだから何もできてないです。本当だ。本当に側ができたんで。本当だ。これはね、こっから上がるやつです。上がります。電動で上がるんで。えでバッテリーつけてるんですけど、最近の軽トラはなんていうんですか、モノコック構造なんで、この切った状態でいっぺん歪みのテストをしに行かなきゃなんないから、でそれでこれちょっとおさらばして、テストに行って、でもう一台だから次のが軽トラが。なるほど。今度はそれで内装も作っていっちゃって、その間に試験を終わらせてもらうっていう。大変ですね。すごい制作の現場だ。これ暑い中大変ですね。そうですね。だからみんなにも支給して。そうそう。すごいこれ。これもオリジナルの作ってらっしゃる。そう。うわーすごい。綺麗だな。本当に一台一台手作りでこう仕上げていくんですね。綺麗だな、いいなこれ。ねえ。これはでも完全に特注品です。へえ。それ時間かかりますよね、これ一台一台。ショートにするんですかこれ。塚さんが乗ってるショート。本当にこうやって切ってるんですね。本当に切ってます。じゃあこんなこれ結構新しい車をショートにしてるってことですか。そうですね。だからなんとかこう黒く少なく塗装して、それなりに見してっていうもんで、これも幼稚園バスなんですね。じゃあこいつはね、移動図書館車だったやつを中の戸棚全部取っ払っちゃって、でオートバイ乗せたいって言ってました。すごいオーナーさんが。すごいですね。みんな好き勝手やってますね。あとのやつですね。前本当だ。これ欲しいね。めっちゃ欲しいよ。さすがに作れないステッカーはありますけど、かっこいいな。かっこいいこれ。でもグローバルがおよそ800台から1000台、このエクステージがよくみんなで言ってるんですよ。だからエクステージファンクラブ作りましょうよって何人の人と盛り上がってるんですけどね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ご連絡をしますので。楽しかったね。楽しかった。エクステージがあんなに種類があるとは。思わなってかいいな、他のエクステージも。ねえ。てか助手席にドアがないとかさ。そうそう。あと中のレイアウトは2種類あるけど、もう1種類がさっきね、前止まってたやつはもう1個の方ですよね。いや意外とエクステージが800台から1000台発売されたってことだよね。販売されたってことだよね。世の中に出てるんですよ。で何台残ってるかは分からないと。廃車になったかはね。200-300はいるんじゃん。じゃない。ちょっと皆さんエクステージファンクラブぜひともね作りたいので、ぜひともエクステージ乗ってる方はですね、もう改めておっちゃんのコメント欄にいただいて、乗ってますね。エクステージ
イベントいいよね。いいよねエクステージだけで集まってなんかどっかで、というわけでとりあえずオーニングの、取り付取り付けけが自体はできると。はいで、まあちょっと北海道ツアーまでには間に合わないので、帰ってきてから、まあ、いずれにしても、オーニングがつくと8月の20日以降ぐらいだな。ですな、秋のキャンプにいいですね。ねさあ帰りましょう。はい。